母が亡くなったのは4月30日のことだった。私の頭は悲しみと葬儀の段取りでいっぱいで、銀行や年金のことを考える余裕なんてなかった。6月下旬、母の年金がいつも通り振り込まれていたことに気づく。振り込まれたのは4月、5月の2ヶ月分。私はそのお金で支払いが滞っていた葬儀代を払った。これが犯罪だなんて思いもしなかった。親の年金が入金されたら、あなたならどうしますか？母が亡くなってから毎日が戦いだった。私は非正規で働くシングルマザー。収入は生活費だけで消えていく。葬儀の請求書は40万円。香典で賄えたのはわずか15万円。6月になっても支払いはできていなかった。私はふと銀行に母の逝去を伝えていないことに気づく。役所に死亡届を出しても銀行口座の凍結はまた別の話だ。私は通帳を管理していたから残っているお金がほとんどないことは知っていたけれど、改めて母の通帳を記帳してみた。6月15日に20万円の年金が振り込まれていた。役所に死亡届は出しているし、年金も支給は停止されると言っていた。これが最後の年金なのかな。使わせてもらうね、お母さん。私はその年金を葬儀費用の支払いに充てた。それから20日後、ポストに見慣れない封筒が届いた。差出人は日本年金機構。封筒の中にはこう記されていた。年金過払いのお知らせ、返還請求書、そして事情聴取のご案内。私は頭が真っ白になった。年金は死亡月までが支給対象。今回6月に支給された年金は4、5月分。5月分は過払い分として返還しなければならない。役所に死亡届を提出しても年金機構が支給停止するまでにはタイムラグがある。今回のように処理が間に合わず年金が振り込まれてしまうことは少なくない。注意すべきは、今回のような1ヶ月分返還のケースでも年金機構からの初期通知では2ヶ月分の返還を請求されることがある。本来死亡月までの支給は認められるため、こういった場合は申し立てで1ヶ月分減額されるケースが多い。だが使い込みが悪質と判断されれば、刑法246条詐欺罪、最長10年の懲役刑が課されることもある。2016年には兵庫県の男性が父親死亡後に約130万円を引き出し詐欺罪で起訴された。そして7月中旬、私は年金事務所に呼び出された。窓口の職員は淡々と告げる。死亡届提出後の入金分は不正受給です。お母様のために使ったことは理解しますが、返還に応じなければ最悪の場合告発される可能性もあります。母の葬儀代に使っただけなのに、これが罪。7月下旬、返還額の通知が届いた。6月に入金された20万円。支払い期限は30日後だった。返還期限を過ぎると年 3% の延滞金、利息付加金が発生してしまう。私は通帳を閉じ、深いため息をついた。制度を知らなかった。今回の場合、申し立てをすれば減額される余地があったことも。知らなければ2ヶ月分丸ごと返還。知っていれば救われたかもしれない。その代償はあまりに重い。年金は死亡届提出後、速やかに停止申請を。もしこの封筒があなたのポストに届いたらどうしますか？